皆さんこんにちは。今私はですねシエンタの鉱石に乗っております。こちらはハイブリッドの Z グレードということでちょっと今試乗させていただいているわけなんですけれども、このシエンタですね、我が家で以前所有して乗っておりましたんで、久々に乗ってみて鉱石のですね感想などをお伝えしたいと思います。で今ですね実はちょっと公園の方に来ておりまして、ボコボコって形でちょっとあまり速度が出せないように凸凹があるところをね走っていましたんで、画面が揺れてたと思うんですけども、このボコボコしたところは私は実はいろんな車で走っておりまして、その時のその突き上げ感の強さとかっていうのは車ごとにやっぱ違うなというふうに思ってるわけなんですけども、今このシエンタですね乗ってて、特に鉱石って跳ねやすかったりとかすると思うんですけども、その時のこのドシンドシンドシンって言ってた時の硬さですね、これ硬くなくてびっくりしましたっていうところがあります。車によってはやっぱりその硬くてまず突き上げでドシンって入るような車もありますし、逆にそのバウンド着地する時にあまりサスペンションの余裕がないのか、底付きするようなドシンドシンっていうようなね、つく時にドシンドシンいくような車もあるわけなんですけども、どちらもなかったです。突き上げもすごくマイルドですし、着地する時にもその底付き感ドンドンって感じがなくって、ちゃんとこの下に余裕が残った状態でついてくれてる感じがあったんで、体がすごく楽でした。でこれっていいなというふうにすごく思いました。多分このシエンタたくさん人が乗ると思いますし、やっぱり鉱石にも乗ると思うんですけども、鉱石に乗っていて例えば荒れた道とか凸凹の多いところを走っていても非常にねこの体にどしどしくるようなことが少なくっていいんじゃないかなというふうにやっぱり思いました。この点すごくね小さな車なんですけども、やっぱりこの車をどういうふうに使うのか、後ろの方もちゃんとね快適に乗れるようにってところを考えた上でのちゃんと乗り心地を確保してくれてるんじゃないかなと、今結構あえて強い突き上げのところを走ってみてすごく思ったところです。今からですねちょっと道の方に出ますんで、道の凹凸ってどうなのかっていうところなんですけども、やっぱりこのシエンタですね乗っててすごく思うのが、前席でもそのような感想をずっと思ってるわけなんですけども、乗った時の乗り心地のこの凸凹を受けた時のこのガタガタって今入ってると思うんですが、このスッキリ感がとてもすごくいいなというところがあります。で鉱石ってやっぱりその前席に比べると跳ねやすかったりしますよね。鉱石になると途端にその前席との乗り心地の差が開いてしまって、やっぱり鉱石乗りたくないな、やっぱ前席の方がいいなって思う車もあると思うんですけども、今乗っていましてですね、前席で感じていたスッキリ感というのがそのまま残ってくれているので、とてもいいなというふうに思います。で確かに乗り越えた時にこのドシンドシンっては来るんですけども、このぐらいで済むならすごくいいなというふうに思います。シエンタ特にすごい高級車ってわけじゃないですよね。トヨタ車のラインナップの中でももっともっと上の車がたくさんあるわけで、そう考えるとその乗り心地っていう面でもそんなにねお金をかけて作れる車ではないと思うんですけども、それでこれぐらいで、特に鉱石って悪くなりがちなんですけど、鉱石でこれぐらいっていうのが非常に感動していて、やっぱりこのシエンタは売れ筋ですので気合い入れて作ったんだなっていうところをねすごく感じるところの一つかなというふうに思います。後ろで乗っていて思うのがやっぱすごく静かだなというところです。で今からちょっと道の方を走りますんで、道に走ると例えばロードノイズとかねいろんな音が入ってくることになると思うんですけども、このシエンタっておそらくやっぱり部屋みたいな使い方もあると思います。小さなお子さんとかを連れて日中公園に出かけて車内をちょっと部屋代わりにしてちょっと休憩するとか車中泊する方もいらっしゃるかもしれないですよね。その時には完全に車を止めた状態で車の中で過ごすってことがあると思うんですけども、今はですねさっき信号待ちしてる時にその状態に近い状態かと思うんですが、非常にやっぱ静かでしたね。自分の声がそんなに逃げていかない感覚があります。もちろん窓がとても多い車なので、例えばもっと窓が少ない車とかに比べましたら、若干音はね逃げてきやすかったり入ってきやすかったりするところあると思うんですけども、こんだけ窓があるのにこんだけ静かなのかなっていうのをね、ちょっとそのあたりのギャップに驚いて今話しているところです。シエンタですねとてもいいなと思っているのが、乗り心地、先ほど付き合い感の話をしたんですけども、路面のザラザラを拾いづらいっていうのがすごくあります。
これ多分タイヤとかの影響なのかなと思います。路面と一番接しているのはタイヤなので、やっぱそこのタイヤがどれだけその路面のザラザラを消してくれるかとかっていうところはあると思うんですけども、非常にねこのシエンタ乗ってて思うのが、湖面をスーッとね滑っていくような感じで進む車だなというふうに思っています。これ所有してた時からも思ってるんですけども、ですのでそのスーッと感がすごく気持ちがいいんですよね。せっかくハイブリッド車を買ったのであれば、やっぱりモーターで走っている時の滑らかさ、静かさ、引っかかりのなさっていうのがすごく売りの一つだと思うんですけども、そこにそのタイヤのザラザラ感が入ってきてしまうと、やっぱせっかくのハイブリッドモデルであってもそのスーッと走る感覚っていうのが若干薄れると思うんですけど、このシエンタに関しましてはそのハイブリッドモデルのいいところをそのタイヤが打ち消してきてないっていうのがすごくいいなと思ってまして、本当にこう湖面をねスーッと滑るように進む感覚がすごくあるのがとても気持ちいいんですよ。でこれっていうのはやっぱ鉱石でも感じられるところだなというふうに思ってます。どちらかといったらそのホンダさんの車って走りを追求しているメーカーっていうところもあってなのか、若干その路面をこう感じやすいというか、路面を掴んで走っている感じがあるので、結構そのタイヤでですね振動が伝わるってわけじゃないんですけども、車として走ってるな、車が地に足をつけて走ってるんだなって感覚が結構どのモデルでもあるんですけども、トヨタ車って結構そこを打ち消してくれる感覚があって、個人的にはそのハイブリッドの良さっていうのを一番活かせるのはやっぱそういうねタイヤから何も伝わってこない、なるべく伝わってこない乗り味かなと思うので、そこがやっぱりすごく強いですし、個人的にはカローラクロスよりもシエンタの方がスーッと滑る感覚があるので、とてもその点のね気持ちよさもあると思いますし、せっかく最新のハイブリッド車を買うんであればそういうところも味わいたいなって思われる方もたくさんいると思うんですけども、きちんとそれを味わわせてくれるような乗り味になってるなっていうふうに、改めて久々に乗って思い出しました。今冬ということで、ちょっと今日は2月にしては暖かい14度今あるんですけれども、そうなりますとやっぱり日差しがねとてもこう降り注いでくれて車内が暖かいタイミングっていうのもあると思います。で今実際ですね冷房の方 19.5 度ということで、決して暖房ではない温度を出してちょっと冷風を浴びながらですね車内が暑くなってしまうので、冷風をあえて出してですね走っているような冬の中なんですけども、そういう時に鉱石どうなのかっていうところなんですが、鉱石ねやっぱりその暖かさはすごくあります。多分これ暖房とかじゃなくってやっぱりそのガラス面が多いことによってやっぱり車内は温まりやすいので、とても暖かいなという感じがあります。もちろんその雪国とかねものすごい氷点下のものすごい下がるところの方とこの感じが共有できるとは全然思ってないんですけれども、雪があまり降らない地域ですね。でこのシエンタを乗る分にはやっぱり鉱石ねとても暖かいなと思います。一つですねフリードとの違いとして、その鉱石のエアコンの吹き出し口がないっていうのがシエンタちょっと弱みの一つかと思うんですけども、それに関して冬場ですね、冬場じゃ寒いのかっていうと決してそんなことなくって、関東の方で乗ってる限りであればやっぱりこの光の暖かさっていうのがすごく入ってくる車なので、鉱石の寒さは全くないですね。シートヒーターもないですけども、やっぱりこのファブリックもねカーシートとか合皮とかでも違うので、やっぱファブリックってとても暖かく感じやすいですよね。人の熱を逃がさない形、吸収していかないので、とても自分の体の暖かさが逃げないので、そういった面でも鉱石の暖かさっていうのは十分あるなというふうに思っています。冬はそういう点はいいんじゃないかと思います。で夏場に関しましてはやっぱりね吹き出し口があった方がやっぱり風がね直に浴びれる感じがあった方がね涼しいかと思うので、やっぱ夏場に関しては多分ねこういったサーキュレーターついてますけれども、風を回すんじゃなくてちゃんと冷風が出るっていう意味ではやっぱフリードの方が夏場の鉱石はもしかしたら快適なのかなとは思います。ただフリードも所有して乗って夏場体感したわけじゃないので確かなことは言えませんけれども、夏に関してはその差は出てくるのかなとちょっと感じるところはあります。であとシートなんですけども、シートもねこう座っていましてやっぱねいいなと思います。所有してた時もねやっぱり前席に座る確率の方が高かったんですけども、たまに鉱石乗ってみようと思って乗ることがあったんですが、こういったミニバンのシートですのでこう見ていただいても、そんなにね体をこうきちんとこうホールドするような形状ではなくって、どちらかといったらベンチのような感じでまっすぐって感じなんですけども、やっぱこのシートのねこの素材とこのクッション性がとてもいいんですよ。個人的にはすごくこのシエンタのシート好きでして、こう触るとねちゃんとこうたわむと思います。
ですので自分の体重で自分の体の形にこうたわんでくれるので、その面でのその張り出し感がなくってもちゃんと落ち着くっていうところで、その柔らかさもすごく適度で、鉱石ってちょっと硬くなりがちだったりすると思うんですよ。ちょっとした板の上にシート貼りましたみたいな鉱石もあると思うんですけど、そんなことはなくって、本当に全石同様のね、乗り心地のこの座り心地の良さを持った適度な柔らかさを持っているので、乗っててそのお尻の骨が当たっててすごく嫌になっちゃったなとか、やっぱ鉱石嫌だなっていうような思いにならない鉱石になってますんで、その点はすごくいいなというふうに思っています。であとですね、やっぱりこの鉱石のこの座面の長さもすごくちゃんとしてまして、私今こう座ってますけれども、背もたれにね自分の背中をつけて、足の膝裏ね、ほとんど膝裏のところまで全部このシートが来てくれてるので、そのシートが短くって、その大人の人が座るとちょっとなんかこう足がぐらついちゃう、太もも裏を全部支えてくれないので、こんな体育座りしてみたいになっちゃうなって感じではなくってですね、きちんと大人の人でもちゃんとこのもも裏をちゃんとシートが覆ってくれてる感覚がすごく強いので、そういった意味でも体がシートと密着しているので安定するっていうところがあるんですよね。ですのでこういった張り出し感がないシートにどうしてもミニバンってなってしまう、こういう特にこのコンパクトミニバンだとね、独立したシートじゃなくてこういうベンチになっちゃうんですけども、それでこういったシートの柔らかさとか、シートの長さとか、シートのこの革の表皮のね感じとかで補ってるんだなというところがあります。ですので体は思ったよりは動かないので、大人の人が乗っていても鉱石の快適性はあると思います。シエンタってやっぱそのファミリーカーなので、お子さんをチャイルドシートで座らせるってところがあると思います。お子さんですので、その乗り心地にうるさいってわけでは多分ないと思いますし、酔いやすい子はいるかもしれないけれども、大人みたいにこの車付き合い感強くて嫌だとか、そんなことはね特に言葉には発しないと思うんですけども、やっぱり大人の方を乗せると、やっぱいろんな車を経験してきてる手前ですね、この鉱石嫌だなとかっていうふうに感じられてしまうこともあると思うんですよ。で特にそのシエンタに関しましては、例えばその足が悪い、腰が悪い親御さんをちょっと乗せて病院に行くことがたくさんあるんだって方がね、あえてシエンタを買うってこともあると思うんですけども、そういった時にその大人の体型の人が、チャイルドシートじゃなくって鉱石にこう座った時にね、どれだけ快適に感じられるかっていうところも実はこのミニバンって大事かと思うんですけども、そのあたりもシエンタはすごくちゃんとしているので、大人の人が鉱石に乗って例えば病院に行くとか、例えば買い物に行くとかっていうような用途で使ったとしても、この鉱石はねとても座っててすごく嫌じゃないんですよね。でこれっていうのは所有してた時も思ってまして、旅に行った時にずっと前席に座ってるのもなんだから、あえて鉱石座ってみようみたいな感じで鉱石に座ることもあったんですけど、その時もすごく思っていて、シエンタの鉱石ってすごい実はいいんだよなっていうふうに大人の私が思ってることもすごく多かったんで、それをね今乗っててそうだったなと思い出したところです。ということで今回はシエンタの鉱石に大人が乗って感じたことをお伝えいたしました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではトヨタ車の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。